チェックインはこっちってことね。初仕様のポータブルクーラー。乾杯。16度。パパじゃあこれ。今うち女子の一人飯してる。まあ一旦ね、今回の検証としては、一番暑い時間帯で2時間かけて、今日は大量の買い物や。すんごいこんな買ってるから。買いすぎだよってことか。でしょ。じゃあ今日はこれからコーヒー。キャンプ前の買い込みがすごいよ。買い込みがすごい。入る。わかんない。でも今日は冷蔵庫を持ってきたんだよね。そう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 。キャンプだとね、外に出るからあっち行ったりこっち行ったりするのめんどくさいねっていうのは、ポータブル冷蔵庫も持ってきてる。飲み物用だね。主には。これ持ってきてる。いいので、これね、また後でお見せするんだけど、これも持ってきた。いいのポータブルクーラーってやつ。これをね、テントの中でやったら涼しいんじゃないかっていう。今日もね、30度超えそうだから、こういう真夏日にはぴったりなんじゃないかなってことで、テントにこれをつける。ただその前に冷蔵庫を使う。冷蔵庫は一応設定温度マイナス20にしてるけど、もう多分そんぐらいいっちゃったかな。最初はね、ガンガン冷やしといて、で後からね調整するみたいなスタイルです。よし、じゃあいいのの方の冷蔵庫にはこれね、関係をまだ入る？もうちょっと入るかな。これ入る？これ大きさ的にいける？あ、いけたか。あとこれ1分ぐらい入れとこうか。ぐらい。あ、いいんじゃない？あ、ちょうどいいじゃん、ぴったり。ね。これ便利だよね。この大きさ最高にちょうどいい。これはね、うちすぐ出せるようにしてます。家のとこでも取り出しやすいところに置いてある。で、今日はこれとこのね、ポータブルクーラーで機能セットでキャンプします。今日は久々のキャンプ。ね、今日久々のキャンプだね。今日暑いんじゃない？暑いよ。だって30度超えっぽいよ。あとジメジメしてそうじゃん。ちょっと群馬だからね。なあ、暑いわ。灼熱の群馬だから。しかも今日さんさんとも今晴れてるからの中ってキャンプだからね。そうなかなかね、攻めの感じで。でもなんかさ、久々のキャンプな気がする。うん、キャンプ場でね、なんかそういうキャンプするのって、ね多分、まあでもそれこそ赤城のあれ以来じゃない？常盤木の森以来え。ああ、そうかもしんない。って考えたら、まあ今回もね、赤城山、赤城なのか。そう、赤城山オートキャンプ場なのかな、ちょっとわかんないけど、赤城山かな、赤城山オートキャンプ場で、そこもね前から知ってはいたんだけど、なんかね予約がね意外とね、普通のなんかサイトで取るっていうよりかは公式のとこで取る感じだから、今まであんまりねそういうの見てなかったんだけど、でもなんかねちょろちょろね投稿とか見てて綺麗そうだなと思って、割と高規格かなと思う。なんだかんだ言って高規格なところいいよね。うん、やっぱねシャワーとかねトイレとかでねちゃんと使える方が、まあ、居心地はいいっていうか。そうそう、そうなんだよ。で今回も一応場所は区画サイト取ってて、うんうん。小川張るからね今日は。そうだね。テントちゃんと張るから、うでただもうさっきも言ったけど、まあ灼熱なわけですよ。んうん特に昼間なんかも灼熱なわけじゃん。うん。でそんな中、まあ一応ね今回冒頭でねちょっと冷蔵庫入れる時にお見せしたいいののね、PA600 っていうポータブルクーラーですね。おお。こちらをね今日は持ってきて、昨日1回使ったよね家の中で。そうね。試しに使ってみて割とね風が出るし、なんか音もそんなしないじゃんみたいな感じで、なんか良さそうだったよね。もう夏間近っていうか、もう今日基本的には夏じゃん。夏。そうだ、実際に本当にこれは使えるものなのかって、ポータブルクーラーって正直さ使ったことないじゃん。ない。だからさ、まあ半信半疑だとか正直あるよ、うん。まだね。
昨日確かに家使ったけど今外ではどうなんっていうそ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 うのもあるから、まあ、その辺もちょっと今回の動画の中で、まあ、テントで気温下げれたら、まあ、車とかだったらもっと鉄板とかって抜けないと思うからもっと使えるっていうのがね証明できるんじゃないかなと。今回はねキャンプもしつつちょっとねその辺の検証もしつつみたいな感じで価格サイトだからちょうどいいんじゃないかなっていうことで、電源取れるもんね。そうまあまあそんな感じでね今日は群馬赤城山オートキャンプ場へ向かいます。はい。群馬フラワーパークこの辺隣、もうむしろ今隣か。これあれじゃない、ちょうど群馬フラワーパークの間を通るね出てきてんじゃない、これ下がそうか。ああ、この辺り群馬フラワーパーク。あそこ群馬フラワーパークじゃない。そしたらああここそうだね、これだね。ほら休園中。休園中だ。今ねリニューアルオープンに向けてなんかあれしてるって書いてある。さあと約800メーター。あの信号の先だね。なんかすごいあれだよね、急にキャンプ場感出てきてる、ね、でこれを右に曲がるらしい。どっかこれか、赤城温泉郷。うわなんかすごいね、あそことかね、あ神社だ。赤城神社だって。これはなんか急にキャンプ場感出てきたよ。あ、今車が入ったところらへんじゃない。ああなるほど。チェックインの P はここだ。チェックインはこっちってことね。よいしょよいしょ。ちょっとじゃあ一回チェックインしてくる。はーい。アーリーができたみたいです。ミドルアーリー。そう500円で。うちら今ここにいて、うちらがここ L2 番、で意外とこの道はなんかね10トンのダンプとかここに入るらしいから、行けますよ。そういけるんですよ。アメ車とかも入るしさ。これはなんか自家製のパンが売ってたりするらしい。でなんか子供の向けのイベントがやってるんでしょ。なんかいろいろやってるみたい。あの道を進んでいくんです。おお。でも結構良さげなキャンプ場っぽい。雰囲気はいいんじゃない。これを一方通行らしい。アスファルトの道を行ってくださいですよ。このまんま。そう途中砂利となんか道が分かれるらしくて、あこれがトランポリンか。あここにトランポリンがあるらしい。あったわ。あ結構勾配が。勾配は結構なかなかやね。俺が L3 か。これを曲がるんだね。ここね。そうだでこ L3 れを曲がってそこじゃない。これやろ多分。これそう、ね、これだ L2 って書いてある。 L2 です。ここでした。よいしょ。おお。日差し側をこっちにすればいいな。オッケー。いくよ。
こんな感じでサイト。あ、まあいいんじゃない？ね。ちょうどいい。ちょうど収まった。はい、とりあえずね、今こんな感じでサイトができました。で、今日家族3人だけなんでこんな感じのサイトです。ちょっとね、これね、いやね、温度計今1個置いてます。まあ、なんでこれ置いてるかっていうと、これね、今回初仕様のポータブルクーラー、いいのの PA600 ですね。こちらのね、冷媒能力とかね、スペックに関しては今ね、左上に出てるかと思うんですけど、まあ、こんな感じでね、ポータブルクーラーとしてね、今回ね使ってみようかと思います。まあ、このスペックだったらね、このテント1個分だったら全然いけんじゃないかなと思ってます。ちなみに我々今ね、汗かくぐらい暑いです。中特にすげえ暑い。今何度？ムシムシしてる。さっきまでね29度ぐらいあったんですけど、今ね28度の、湿度 50% です。ムシムシしてます。なんだろう、気温はあれなのかもしれないけど、ムシムシがやばい。でまだね時間もね昼7時回ったとこなんで、これからね2時迎えるんでもっと暑くなるのかなと思います。なので先にねちょっとこれつけますもん、暑いんで。もうちょっとこれこっち寄せてもいい？そう、これね思ったほどね重くないんですよ。見た目重いんだけど、ママが持っている。見た目はなんかね重たい雰囲気あるんだけど、重厚感あるんだけど、ね、実際はね結構軽いっす。先にこのダクトの方からやった方がいいのかな。そうだね。ここのね排水だけ、ドレーンだけ先つけました。で今からねママが持ってるこれね、これね家で設置してきました。そう全部バラバラだったんですけど、組み立ててきました。どっちが上だっけ？反対。ここか。そう。あとこの状態でもうねカパってはめるだけです。ここにね。これねなんでつけたかっていうのはね、ちょっとまたね最後の方でお伝えします。よし、とりあえずこれで OK、じゃあ閉めちゃう。でここにこれがあるから、そうだね、これ下にもパッチンあったよね。一応ねなるべく塞ぐ。あ、これいいじゃん。これ、あ、ここにもあるの。そんなもんじゃない。これね、そう、これね排熱と、吸気ですね。でこの状態で使う。ちなみにねこれリモコン、これね便利なんですよね。ここ開くんでね、リモコンね。あ、どうぞ。で電源つけないと。これがねちょっとでかいんだよね。じゃあ早速ね使おうかなと思ってるんですけど、まずね今ね 28.4 度で、もう1個が 28.2 度で、これもう1個どっかっていうとテントの端っこです。対角線上に置いてます。はい、じゃあここに電源ボタンあるの、元の押します。ついた。こんな感じでパネル式です。あ、もうつくじゃん。涼しいの来てるんだけど。早速今でもこれまだね風量1ですね。これ風量1なの？そう、これ回してもいけるのかな。これ回すとで風量上げられる。おお。でこの風量はこっちからでも調整できます。リモコンからでも。温度下げよう。そうで温度も最大で20、嘘やん、31度までいくの。で、最も冷やす方では16度。でも16でやってみましょうか、せっかくなんで。で風量を最大に上げます。ちょっとねせっかくなんでモードを先に紹介しちゃいます。これ今ねこのマーク、氷マークね、はい、これ今冷房です。でこれの他にこれ送風、風だけ送る送風モードで、それからこれね除湿です。除湿モード。そうだ、除湿モードもあるんで、除湿モードでもね風量決められないのかな確か。そうで、これはね音が静かになるなんかナイトモードみたいなやつだからね、ちょっとね力は良くなっちゃうんだけど、すごいね音は静かになるんで、キャンプとか夜でも使えるんじゃないかなっていう感じです。でこれね冷えモードです。冷房モード。はい、とりあえずこれで今、13時46分、冷房スタートです。28.3 度の湿度は 49%。 だいたい一緒かな今、端もここも。よし、じゃあ今ね16度設定でガンガン冷やしときます。はい。とりあえずねこれがあった方がいいんじゃないかってことでサーキュレーター持ってきました。まあ家でも同じだからね、より飛ばすということで、ちょっとね電源のね長さがあんま足らないんでここで設置しちゃうんですけど、つけます。はい。おでんも
もさ、すごい涼しい風がさそうね。出てるよね。今んとこね、体感上はね涼しいんだけど、数字上は出てないね。出てない。でも結構冷たいぞ。なんか湿気っぽさがだんだんなくなってきた感は。ああ、確かにジメジメ感はないかも。あ、でも今27度に下がった。今でもさ、これさ下がったのさ、あっちやで。だからあれじゃない？このサーキュレーターによってどういうこと？空気の流れがだいぶ変わってきたってことじゃない？そうすると、じゃあこれもこの辺の方がいいのか。でこれいいの、ルーバーをね上に向けとく。ちなみに今日その横にあるの冷蔵庫いいのね。これはもう普通に使ってるから。どう？キンキン？あ、いい感じ、超冷たい。さあ、ここでふーちゃんおはようございます。どう？テントの中暑い？大丈夫そう？あ、ちょっと気温変動だったかな。27.8 度、49%。向こうは 27.3 度だね。湿度がちょっと向こうの方が高いかな。ダクト側はこんな感じです。あ、上これね、熱い熱風や。下はこれね、吸気するだけだから温度はない。こっちはやっぱ熱いっすね。これがやっぱ中に入っちゃうと温度上がっちゃうんだと思う。外から見るとこんな感じ。何飲む？ビール。パパこれ？うん。あ、いいな。なんかさ、前はもうちょっと綺麗にやってたよ。なんか久々すぎてさ、レイアウトが忘れた。綺麗。言っちゃったっけ？こんなもんじゃない？そんなもんだっけ？はい。はい、じゃあうーちゃんも乾杯しましょう。はい、じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。で、ふーちゃんがクレープ作りたいって言うから、クレープ作ります。材料を紹介しよう。じゃあ材料かな。まずはママはミニを切ってます。ミニクレープの生地だね。8枚です。あとラクラクホイップですね。あ、チョコ持ってきてない。持ってきて。でママがイチゴを切ってくれました。バナナ。パパ何味？じゃあ生地開けちゃうね。うん。生地を開けます。あー地味だ。今ね、14時19分。まだね、1時間も経ってないんですけど、こんな感じです。温度で 26.7 度、奥がね、手前が 27.1 度。ちょっとこれ今僕が握っちゃってるせいかもしれない。で、大体1度前後は下がったかな。湿度はそこまで変わってないかな。体感上はね、結構カラッとしてるんだけど。はい。なので、もう少しね、ちょっと回してね、様子見たいと思います。こういうタイプね。真ん中にこんな風にあれ続かない。大変、意外にこれ大変問題。この中にまずクリームでも絞っとこう。はい。クレープちっちゃいからあんまりクリーム入れすぎると大変だよ。まあこれぐらいな。バナナあと1個でいいか。こんな感じ。包むことも。じゃあママが作ります。はい、どうも。うーちゃんのお菓子トッポね。まあまだ8枚中の2枚食べて3枚食べれる。これね、先にトッポを食べるの。どっちでもいいんだよ。それは自分で考えないとでしょ。斬新だね。さあ、キャンプ場。サイトはこんな感じ。で、これさ、下がなんかトイレとシャワーだっあ、そうなの？た。うん。で、そこがなんかもう完全に子供の遊び場みたいな。下のところ。ブランブランしてるところ。あ、なんかうーちゃん遊べるとこある、ここ。完全にここはでもファミリー向けなんだね。うん、そう、向こう側も。で、これほらさっきと違う方の管理棟じゃないけど、うーちゃんなんか水ジャブジャブできるとこある。そう、ジャブジャブ池みたいな。シャワーかな。炊事場的な？いや、
ほらシャワーシャワールパウダールーム。トイレか。いや違う、化粧室って言ってた。ドライヤーがあるって言ってトイレではないの。た。でもトイレもここ。まとまってんの。トイレちょっとそう、こっち側がトイレじゃない。ここもちなみにトイレはキャンプ場とは思えないほど綺麗だった。ね、綺麗だよね、施設は。ここは炊事場。多分あっちがジャブジャブ市のじゃん。ね、で200有料のトラントポリン。ランポリンね。トランポリン誰もいなかったの。みんなお金払うからさ。そうお金払うからさ。でこの下が一番最初止めたところ、受付した場所ね。そう、受付するときに気をつけなきゃいけないのが、あそこに止めなきゃいけないんだよね。こっちが止めるとこないから。あ、こっち側にもサイトがあるんだね。ね。バンガロー的な屋根があるよ。ね。なんかこれができるのね。射的でしょ。そうね。いろんなことやった。あれちゃんチュロスある。本当だ。15分ぐらいかかるって。作るんだね。何味飲みすごいね。たい？売店いろいろあるし。チョコ？なんかいろいろある。お菓子とかも。すごいねこれね。ね。でストローを上から刺して飲むんじゃない？まあテントのとこ戻る？面白いねそれ。ちょっと思ってたシェイクと違った。ね。ね、日陰は涼しいね。さあエアコンつけっぱなしで来てるから、この間に冷えてくれたか。ぐるって回る？そうね。はい、今ねテント帰ってきてちょっと外散歩してたんだけど、その間もねエアコン回しっぱなしで温度がね25度まで下がりました。3度ぐらい下がったかな。ね。湿度はまああんまり変わってないけど、でもここで3度、ここで3度下がって、あの端っこあそこでも3度下がってるから、まあ割と下がったんじゃない？多分ね、人間が熱持ってるから余計に。そうそう、人間がいっぱいいるとね下がりづらいかもしれないけど、でもここ涼しいもん。今パパ立ってるところ。このエアコン自体が結構冷たい風が来てさ、しかも風量がそれなりにあるからさ、涼しいよ。そうね、ここは涼しいわ、でいかにね効率よくこれをサーキュレーターとかで飛ばせるかだね。まあテント自体も大きいっちゃ大きいからね。そう、これね小川のロッチシェルター TC ってやつなんだけど、結構ね高さもあって幅もあって、僕が立てるぐらいあるんで、この真ん中だと、インナーテントつけてこの半分の大きさでこれ回したらより涼しい。あ、それは涼しいと思う、でほら二重になってるから。そうそうそう。だから車内とかだったら、例えば車中泊とかでハイエースとかだったら多分すごい効果強いんじゃないかなって。逃げづらいじゃん、ね。鉄板で。テントはどうしても布だからね。逃げちゃうから、それでもまあこれぐらいは冷えるってことで。全然涼しい。はい、ということで、1時30分36分とかでやってたんで、今ね3時26分なんで、まあ2時間弱。まあ一旦ね今回の検証としては、一番暑い時間帯で2時間かけて、外気温ね30度超えぐらいから、まあ、テント内も29度ぐらいあったところが、まあ、28点いくつか来た時は29点いくつぐらいだったんだけど、まあ、それがだいたい2時間で25度ぐらいまでは下がるという感じで、3度強下がりました。まあこれね、ほんと夜とかだともうちょっといいんじゃないかな。日がないと。日があるとねどうしても熱持つから、それでもこんぐらい布のテントで熱持ちながらでも3度下がるということなんで、まだ暑くないもんね、はい。なのでぜひですねこれをね、参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということでこの商品ですね、気になった方はぜひですね概要欄の方にリンク貼ってありますのでチェックしてみてください。はい、ということでここからねキャンプ楽しもうかなと思うので、ちょっとねせっかくなんでここ開けようかなって。ここ明かりがちょっと足りないよね。そうね。はい、せっかくなんでねちょっと開放感もいいかなと。このねサイトすごい綺麗なんでこんな感じで見えます。はい。こんな感じです。でちょっとねこのポータブルクーラーにつきましては一旦ね今ねスポットクーラー化してます。でもうねちょっとこの首も振らないでもう上下だけサーキュレーター入れて風をねもうそのまんまこっち側に送ってもらいます。なんかこう締め切ってもいいし、本当にあれでもいい。
そうね。まあテントだと使い方いっぱいかも。意外とねスポットクーラーとして使うのでも全然ありこれ。ちなみにもうういちゃんはね大人だからねジャブジャブ池やんないんだって。生意気。やるって言ったら大丈夫大人だから。生意気。はい、もうねだいぶ温度が下がったので、せっかくなんでねちょっとこの音を静かにさせるために違うモードも使おうかな。これナイトモードみたいなやつ。すごい一気に静かになった。すごいね、音が全然しなくなってきた。これ結構すごいな。でも風量はちゃんと出てるの。さっきよりか当然弱いけど全然いいな。これでいいよ。夏場テント泊とか超いいじゃん。うん、優秀だよこれ。そうね、せっかくだからこれもちょっと弱めとく。やらね、そういう風みたいで。なる我が家のいいの製品です。ほど。もうご飯にしよう。今日はしゃぶしゃぶです。これ入れたらもうおしまい。あとはお肉。つけますよ。よし、じゃあパパのお酒タイムですね。でこれがね初めて買ったやつです。めっちゃ高そうでしょ。匠っていうエディションがあって、でこれがね4000円ちょっとでね5000円はしなかったよね。まあ、4000円も高いけどね、こういう時しか買わない。シーバスリーガル匠リザーブですね。今日はねこれにします。箱にはねなんかいろいろ書いてあったよ。大人の乾杯だな。乾杯。さてじゃあもう作っちゃうよ。うん、確かにあんまり癖がないかも。なんかもっとシーバスっぽい感じがしない。これロックの方がいいかもな。ロックとか飲みやすいってこと？日本酒感はない。そんな日本酒感もないかな。でも確かになんかちょっとフルーティーな感じ。ハイボールでも美味しいけどロックでも美味しそう。なかなかキャンプでしゃぶしゃぶすることもない。ない。じゃあ後でちょっとなんか箸休め的なご飯、こんな感じです。しゃぶしゃぶ。いただきます。いいんじゃない。今ソロキャン中だ。うーちゃんの一人飯。すっごい。入れてないから。うーちゃんが思ったよりさ食べるからさ。だってもう。うまい。あれだね、この開放型にしてテントをね、開けた状態でまあスポットクーラー代わりにこれを使ってたんだけど、結構ねもう涼しい。ここは涼しい。寒いぐらい。直当たりするからね、そこはやっぱり、意外にこういう使い方もありっちゃありだよね。あり。結構風強いよ。風量はあるよね。で結構冷たい風来るから、うんうんエアコンとしてはでも割と優秀なんじゃないの？だいぶ日も暮れてきて5時40分。もう寒いです。まさかのエアコン寒い。いや風がねこっちに来るから寒い。ひんやりです。結構ここ風来るよ。じゃあ一回ねもうエアコン今日は止めちゃって、検証結果としてはねものすごい優秀だったっていうのは分かったんだけど、夕方まで使うと寒いってことも分かりました。なのでもうテントとかでもこのサイズだからね全然こんな感じです。場所取らないよ、そんなに。端っこで。でもすごいさ冷たい風来るから本当に優秀だった、これ結構優秀だよ。ね。
あんだけね炎天下の時でも全然回ったから、よし、じゃあ一回ちょっと止めちゃおう。こんな感じで焚き火サイトできました。焚き火台がね結構ちっちゃいからあんまり巻き入れるとすぐね燃え上がっちゃう。もうちょい大きいね焚き火台欲しい。そう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 。もうちょい近づけようかじゃあ、これぐらいで燃えたら教えてね。でぐるぐるって回してね。だってパパこの間丸焦げにしてたじゃん。あ、やだパパフーってして。はい、サンキュー。ちょうどいいんじゃない？うまい。どう？うん、うまい。周りカリカリだ。でしょ？やべえぞ。スモークサーモン。なんか意外と一切れ大きい。まあいいじゃあ。一回ね。わあ、美味しそう。いいんじゃない？具材ありすぎかなこれ。はい。オリーブオイル。アヒージョってさ、オリーブオイルのさ、消費量激しい。激しい。こんなもん？そんなもん。でかいな。アヒージョがもううん。いけそうです。夏そうだねでも。確かに。エビ。黒。うん、うん、うん、うまっ。でも熱いよ。美味しくない？何食べる？パンとパンとキノコ。今うち女子の一人飯してる。はい、最後のパン。うちのパンキラーさんがパンパン言うた。パンだけでいいの？結局フランスパン全部焼いちゃった。もうご飯食べてちょっと片付けたら車の中かな。時間的に。まだ1時間ぐらいはあるけど。じゃあちょっとね、ご飯食べて少しだけゆっくりします。はい、今ね無事に撤収完了。まあ撤収って言ってもね、ちょっと片付けただけだけど。で車に戻ってきました。歯磨く前にゆうちゃんがクッキータイムやりたいんだって。パパのクッキー。なんでさパパのクッキーこの残骸みたいになってんの？だってパパが半分に半分またここで半分にしてそのまま一つあげるだよ。パパじゃあこれ。あれまたあげるどうぞ。しょうがないな。はい。残骸みたいになってるけど食べかすみたいな。いただきます。はい、いただきます。今日の夜楽しかった？
々のファミリーキャンプ。そうね、普通のキャンプがなんか久々だね。テントをあえて出してねやる時ってなかなかないもんね。みんなでやることはあっても。ここさ結構綺麗じゃん。シャワーもトイレも超高規格だし。シャワー広かったよね。いやマジで綺麗だった。本当になんかあんまキャンプ場じゃない感じだよね。本当子供向けにいろいろやってるじゃん、イベントも。やってる。そういうところではファミリーとしてはいいんじゃないかな。ジャブジャブ池とかもあったしね。で、あとね、今日使ったポータブルクーラー。ここにある。もうちょっとね、今ね、埋まってます。荷物置き。そうそう、この上に下にあるんだけど。で、このね、PA600 っていうポータブルクーラーだったんだけど、結構ちゃんと使えたね。トータル3度ちょっとぐらい下がったもんね。スポットクーラーとしてもすごい優秀だったよね。思った以上に風が出るのよ。それで、それも結構冷たい温度出るんだよね。そこにびっくりした。リモコンもあるしね。あ、そう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 。ピッピッてできるからね。でね、動画には多分出してないけどね、どれほらあんま水出なかったけど、そう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 。片付ける時よ。動画でね、ちょっとこれ片付ける前にささっと撮ったんだけど、その後だよね。そうで、だからその時がなんかちょろっとドレーンから水出るねなんて言ってたんだよね。そう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 。言っててドレーン外したらすんごい距離出てきたんだよね。なんかタンク入ってんのかね、下に。で、多分ちょっと傾いた時にその水がバーって出てきて、だからそこはね、ポータブルクーラー系多分みんなそうだとは思うんで、ウィンドウエアコンとかもドレーンあるから、まあ、そこだけ片付ける時は気をつけなきゃだね。使ってる時は気にならないけど。そう、抜き切ってからじゃないとダメだね。で、まあ蛇腹自体はね、ちゃんと熱、外に排出もしてたし、吸収もしてたから、あれ自体はそんなに問題なかったかな。で、ただあれね、デメリットっていうところで言うと、取り付けがね、めんどくさかったね。めんどくさいんだよね、あれ。黒いカバーにダクトをつけるっていうのが、一回こう、ガラって開けてさ、こう回すんだけどさ、それがなかなかこううまく最初はまんなくて、コツがいるのかわかんないけど。そうだ、あれは家でやったんだよね。で、外さないで持ってきたんだね。そう。でも外さないでも置いとくのが一番使いやすいかもしれない。ワンタッチでつくからね。ちょっとね、大変だもんね。そう。で、あれ自体は本体にワンタッチでカチャってはまるから、ホースさえついてれば別になんてことない。だからあれは1回だけだよね。最初だけめんどくさい。あ、そう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 。取り付けちゃえば別に問題ないっていう。それだけでね、持ち運びできるんだったら、そのままの方。で、逆にメリットは本当軽いんだよね。思ったより本体が軽いのよ。思ったより軽かった。見た目がね、重厚感あるから重たいそうに見えるんだけど、なんかこのサイズぐらいのポタリあんじゃん。そう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 。それより全然軽いよね。全然軽い。そう。だからそこのね、なんか移動は意外と楽。ね。で、ぜひですね、気になった方は概要欄でチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、残りのキャンプは車の中で過ごします。はい。おやすみゆうちゃん。ジョージも一緒だね。はい、ということでね、寝ます。寝ます。じゃあおやすみ。おやすみなさい。はい、じゃあおはようございます。おはようございます。朝ね、7時過ぎです。いっぱい寝ました。昨日11時ぐらい寝たからね。で、今日も外の天気は、曇りかな。そんなに晴れてはない。まあでもいい感じですね。あ、でも今日が入ってきたから少し晴れたかな。おうちゃんも生やしてお湯も加えられたからね。よいしょ。よし、じゃあうーちゃんバンカーに行こう。受付のとこらへんっぽい。うん。うーちゃんの曰く次の全国制覇は京都に行きたい。京都の旅だそうです。パパもあんま行ったことない。京都はでも修学旅行で行きそう。ほら、ここにパンがあるんだって。売店だからこん中かな。カレーパン2つと
チョコブレッド1つと、あと塩パン1つください。以上ではい、お願いします。ということでパン買ってきました。面白いね、キャンプ場でパン。ね。いただきます。どう？うん。でも12時までだと助かるよね。のんびりできるから。3分割ぐらいにしとく。ママ真ん中に美味しいと思う。熱っ。熱いな。熱っ。よけって言ったらパパだよ。はい、じゃあこれから撤収します。ね、テントね、畳むのはなかなか大変。こんなもんじゃん。せーの。これあれじゃない？ちょっと待って。綺麗にしたい。値段が難しいよ。これで入ってない。終わった。よいしょ。暑い。汗出た。はい、じゃあスタートします。よし、綺麗に撤収されました。はい、こんな感じで撤収完了です。意外とうち撤収が早いんだよね。そうね。撤収が早いっていうか、片付けが早くできるようなセットになってるんだよね。なんかここ結構両サイドに車止まると余計に車そう狭いかも。でね、割とね、急なの。勾配がきついのよ。そう、こことかね、結構お尻がさあれしてる人は無理かもしれないね。うん、だから長い車怖いよね。なかなかな勾配。まあキャブコンだったらゆっくり走れば大丈夫かな。そうね。ここのキャンプ場ってさ、ファミリー向けではいいよね、すごく。そうで、今ね、ここの部分とかみたいに結構ね、子供のイベントみたいなすごいいっぱいやってくれるし、そうそうそう、シャワーも綺麗だし、トイレも綺麗だし、スタッフさんもいい人だし、そうだ、ファミリー向けにはめちゃめちゃいいと思う。うん、まあそんな感じでね、久々のキャンプは当たりのキャンプ場だったから。楽しかったです。そしてもうこの時間からムシムシ熱々です。そう、もうマジで暑いから、群馬ほんと暑いんで、ムシムシしてる本当に。そうだからね、それだけはね、暑さ対策的なやつは今後絶対しないと、夏はもっと暑い。そこだけね、ほんとね、いろいろ考えなきゃいけないけど、まあそれこそね、今回紹介したポータブルクーラーみたいな、うん、何かしらの夏対策はやっぱあった方がいいかなって。そうだね、涼しかったよね。うん、あのクーラーすごい良かった。ちょっとね、今までああいうの使ったことなかったから、初めてね、ポータブルクーラーっていうものを使ったけど、あんな感じに冷えんだと思って。今後の何かしらの何かの時にはね、持っていこうかなって思う。そうだからさ、真夏のさ、本当のテント使う時とかは絶対あった方がいいよ。あった方がいい、なんかさ、ちょっとさ、全体が涼しくなくてもさ、スポットクーラーとして涼めるのでもいいと思うし、なんかこうね、ちゃんと区画をあれして、ちゃんと涼めるような感じにするのもよしだし、ちょっとあれはね、使い方を考えればすごくね、幅広がるアイテムだと思うんで、ぜひですね、概要欄の方チェックしてみてください。はい、はい、ということでね、今回はですね、久しぶりのファミリーでのキャンプということで、なかなかね、チェックインチェックアウトものんびりキャンプ場だったんで、ゆっくりできました。12時っていうのがありがたいな。そうね、うち起きるの遅いからね。そうそうそう。またね、今後もね、こういうね、普通のねプライベートキャンプみたいなのもね、ちょこちょこね、行く予定がありますので、
またそちらもね動画にできたらなと思います。今回ね、このメインチャンネルでやってるんですけども、サブチャンネルの方もね最近ちょこちょこ上げてますので、ぜひですねそちらの方も見てもらえると嬉しいです。でサブチャンネルの方も概要欄にね貼ってますので、ぜひですねチェックしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまた。